こんばんは。銀河の記憶への扉へようこそ。今日は少し大切なお話をしたいと思います。同じニュースを見ても、同じ出来事を体験しても、人によって受け取り方が全く違うと感じることはありませんか？不安になる人もいれば、これはチャンスかもしれないと感じる人もいます。その違いを生んでいるもの、それが波動です。波動というと少し難しく聞こえるかもしれません。でも私は今の自分の心とエネルギーの状態だと捉えています。もう少しわかりやすく言うと、波動は自分がかけているレンズのようなものです。例えば、不安や恐れでいっぱいの時、同じニュースを見ても、やっぱり怖い、これから大変になると感じやすくなります。でも、心が落ち着いていて、自分を信頼できるときはどうでしょうか？同じ出来事でも、ここから何を学べるのだろう、新しい流れが始まっているのかもしれないと、全く違う見え方になります。現実が変わったのではなく、自分のレンズが変わっただけなのです。そしてそのレンズを作っているのが自分の思考や感情、選択の積み重ねで、それによって波動が変わってきます。だからこそ波動を整えるということは、無理にポジティブになることではなく、レンズを優しく磨き直すことなのだと思っています。今、社会は大きく変化しています。テクノロジーは進化し、AI や通信環境も大きく広がっています。それを怖いと感じるか、便利で可能性が広がると感じるか、その受け取り方も自分の波動と深く関係しています。テクノロジーは未来を決めるものではなく、私たちの意識がそれをどう使うかを決めていくのです。だからこそ、外側を変えようとする前に、内側、波動を整えることがとても大切になります。スピリチュアルな視点では、地球の周波数や振動が少しずつ高まっていると考えられています。2003年頃から地球は3次元から4次元への移行を始めました。2012年の終わり頃、4次元へ移行したと私は感じています。そして今、地球はさらに5次元へと進んでいます。その影響を敏感に感じる人もいます。
体が揺れるような感覚や動悸、めまい、だるさなどを感じる人もいるかもしれません。そして不調になったり戻ったりを繰り返しながら少しずつ新しい周波数に慣れるために調整する場合もあります。その上で心とエネルギーを整えていくことが大きな助けになることがあります。ただし体調に不安がある場合は医療機関で確認することも大切です。私はもともと体があまり強い方ではなく、エネルギーにも敏感なタイプでした。2003年頃、心臓の違和感や耳鳴り、失神など体調不良を感じるようになりました。検査では大きな異常は見つかりませんでしたが、当時はとても不安でした。振り返ってみると、環境やエネルギーの変化に体が適応しようとしていたのかもしれないと感じています。その後、呼吸を整え、瞑想を取り入れ、同時に食事や生活習慣を見直しました。すると少しずつ心が落ち着き、体調も安定していきました。その経験が私にとって波動を整えるというテーマの原点になりました。では、どうやって波動を整えるのでしょうか。特別なことは必要ありません。深く呼吸すること、自然に触れること、安心できる人と過ごすこと、好きなことをして心が緩む、リラックスする時間を持つこと、そして何より不安や恐れを必要以上に取り込まないことです。私自身にとても効果があったのは、情報との向き合い方を見直したことと瞑想でした。2011年の東日本大震災の時、私は報道を見続ける中で強い違和感を覚えました。もちろん正確な情報はとても大切です。ただ、同じ映像や強い言葉が繰り返されることで、知らないうちに不安になったり、心が緊張し続けていたことに気づきました。それ以来、必要な情報は受け取りつつも、不安を増幅させる情報とは距離を取るようにしました。情報は中立でも、受け取る側の状態によって心への影響は大きく変わります。だからこそ、何を見るかだけでなく、どんな状態で受け取るかが大切だと感じています。そしてもう一つ大きな転機になったのがコロナの時期でした。それまで忙しく働き、外食も多く、心も体も少し無理をしていました。でも、立ち止まる時間ができたことで、食事を見直し、瞑想を始め、自分のエネルギーを整えるようになりました。
瞑想をして静かに呼吸を整え、自分の内側に意識を向ける時間を持つことで、心が驚くほど穏やかになっていきました。少しずつ体調も安定し、以前よりもさらに不安に振り回されなくなりました。その時間を食事を見直し、体調と波動を整えるための時間だと受け取ることができました。すると不思議なことに、大きな不安に飲み込まれることはありませんでした。311の時、そして地球の変化を感じ始めた頃から、どこかで気づいていたこと、それをコロナの時期を通してはっきりと腑に落とすことができました。波動を一気に上げようとする必要はありません。大切なのは自分に合った方法で整えていくこと。それだけで見る世界は少しずつ変わっていきます。波動が整ってくると、不安に振り回されることが少なくなります。同じ出来事でも、以前は怖く見えていたものが学びやチャンスに見えてくることもあります。それは現実が変わったというより、自分がかけているレンズが変わったから。波動が変わると見える世界が変わります。そして見える世界が変わると、現実の感じ方や見え方も変わっていきます。重く感じていた日常が少しずつ軽やかに、そしてワクワクする方へと動き始めるのです。だからこそ、外側を変えようとする前に、まずは自分の波動を整えること。それが楽しく軽やかな現実を作る第一歩だと私は感じています。波動が軽やかになると、見える世界の感じ方も変わっていきます。そしてそれは目に見える現実だけでなく、見えない存在との関係にも影響していく可能性もあります。私たちは決して一人ではないと感じています。これまでずっと見守ってきた存在、私が銀河ファミリーと呼んでいる存在たちです。彼らは怖い存在ではなく、私たちの成長を静かに見守ってきた仲間です。波動が整い、彼らの波動に近づいていくと、思いがけない形であなた自身の銀河ファミリーとのつながりを感じる瞬間が訪れるかもしれません。いかがでしたか？次回の動画でまたお会いしましょう。